どうもこんばんは、ゆうちです。最近ドスケベ杯という眠れない男ゆうちが主催したコンテストを開催しました。たくさんのご応募とたくさんのライブ配信の来場、本当にありがとうございます。やる前は結構不安がありましたが、皆さんのおかげで楽しく配信をさせていただけました。本当にありがとうございます。またスケベなプラモコンテストはやるので、やる時期になったら告知していこうと思う。さて、このチャンネルはガンプラや美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネルだ。よかったらチャンネル登録よろしくな。今日作るプラモデルは後藤一人、ぼっちちゃんです。アニメではとんでもねえ顔芸をしているが、表紙はただの美少女。そんな美少女のスカートをこのおじさんがしっかりめくって楽しんで。まずはすぐみから。これがぼっち。はっきり言って着込みすぎてスケベではない。今つけているジャージ以外に靴下と生足パーツが付け替えで付け替えることができるんだけれども、いくらスカートで覗けるから言っても、これじゃたぎってくるものもたぎってこないよ。ちなみにパンツの色はピンクか。むしろぼっちだからちょっと背伸びしちゃったような感じの下着が良かったって思ってたら、白もちゃんとついてきたぜ。まあ個人的にはパンツの色は赤が好みだ。あとね、ぼっちがスケベじゃない理由は結構あって、まずは見てほしいのはぼっちの足。女神デバイスシリーズの足より細いのはわかる。でも30ミニッツの足よりもさらに結構細い。これは言い訳ができないほどのもやしスタイル。ちゃんと飯食ってるのか。もっと飯食えよ。あとスカートだね。アニメだと割と可愛く見えるんですが、作ってプラモとして眺めるとスカートの丈が結構長いなって感じます。でもこのスカート軟質パーツでできていて、結構動かすとき動かしやすいですね。しかも軟質だから1種類ぐらいなのって思うじゃないですか。動きに合わせてスカートは3種類あります。まずは座っている時のスカートパーツ、さらにギターを弾いている時にハイになっている時のスカート、最後に普通のスカート。これだけで色々なポーズを楽しめるのだが、ポーズの幅を広げるために靴はなんと3種類もあります。これで色々なポーズとシチュエーションを楽しめるってわけです。付属のパーツはぼっちのギター、それとギターを弾くためになんか必要なやつ。ギターについては特に詳しくないため語ることはない。次行きます。このキットの表情のデカールはクソ多い。ぼっちファンの心を捉えている表情がめちゃくちゃあるんですよね。このデカールの量なら申し分ないと言いたいところなのだが、フェイスパーツはなんと4つしかない。全部の表情は楽しむことができないので、厳選して好きなぼっちの表情を楽しみましょう。髪の毛は演奏用と通常用で2種類。ハンドパーツはギターを持っているやつとパリピしようぜって頑張っている手などで5種類。あとなぜか鬼殺し。こんな感じでざっくりレビューは以上。今日は前々からぼっちはタイマニンにフル改造すると予告していたので、今回はぼっちをタイマニン RPG で出てきた哀愁ヘビコ風に改造していこうと思う。ただヘビコは好きなのだが、ちょっと肌面積が少ない感じがするので、これは俺のアナログスティックには良くないですね。この哀愁ヘビコ結構別バージョンが出ており、その中のヘビコ様っていう別バージョンがいい感じなので、このヘビコと今のヘビコをいい感じに足して2台割った感じでぼっちザタイマニに仕上げていこうと思う。では改造いくぜ。ぼっちの体は結構控えめにできているので、今回はバスタードールの素体を使用します。顔すげ変えただけなのだが、露出が増えてちょっと無理してる感のぼっちが出て、これはこれでいい。さあ、なんといっても造形はやっぱ腰からだよね。女神デバイス系はここら辺にパーツの隙間ができてしまうので、ここにパテを盛り自然な造形に整えます。ついでにここでざっくり造形も整えましょう。腰の造形には100均などで売っているこのごついヤスリ、こいつの丸っこい部分で造形を整えます。この造形の時に腰の骨盤のここら辺に少しくぼみを持たせてあげると、骨盤がはっきりしていい感じにエッチに仕上がるってわけだぜ。ただここら辺は己の欲望と癖の問題もあるため、ある程度の基準として見てほしい。ざっくり整ったらスポンジやすりで表面を整え、己の欲望の形が綺麗に仕上がっているかをチェック。ケツはちょっとボリュームが物足りなかったのでパテでボリュームアップさせるぜ。よく乾燥させたらケツの谷間はしっ
かりカンナ掛けをしてケツの肉付きをくっきりさせましょう。その後からヤスリを整えるといい感じに仕上がります。造形が整ったらスーツ作り。スーツは一度シャーペンで形を描きます。その上からデザインナイフを入れ軽く溝を作り、溝に合わせてカンナ掛け、その上からスーツ用のパテを盛ります。このデザインナイフの溝作りによりパテの食いつきが良くなり、完成して動かした後パテが剥がれたとかがある程度予防できます。よく乾燥させたらスポンジヤスリでスーツを削ります。欲望が赴くままに薄く丁寧にパテを持ってもだいたい一発じゃうまくパテもまとまらないので、スポンジヤスリなどで整えます。整えたスーツがこんな感じ。おいおいユチオ、全然造形が違うじゃないかって思うじゃないですか。こういう細かい造形をいっぺんに1回でやろうとするとなんかうまくいかないんですよね。なので焦らずにじっくり舐めますように眺めながら手間暇かけてパテを持っていくってわけだ。あと一応ちょっとだけ全体のバランスも見てます。しかしここまで来たらあとは同じ工程でスーツを一つずつ丁寧にパテで造形。ただ紐パンみたいな造形のところは安いだけではなく、デザインナイフでカンナ掛けをしたり、刃を入れて紐を細くしたりと、ヤスリとデザインナイフを交互に使用し慎重に紐部分を製作。そしてできたスーツがこんな感じ。だいたい 3,4 回ぐらいにパテの造形は分けて作っております。パテを盛る順番は己のアナログスティックに従っているため特に順番はありません。続いて胸もいきなりスーツを作るのではなく、まずは己の欲望の形をパテで表現。ケツと同様に谷間はデザインナイフで丁寧に優しく二度見したくなるようにしっかり整えます。あとケツで話すのを忘れていたんですが、こういう胸とかケツとかザクの肩パッドとか丸みを帯びた部分、パテを持ったりするとこのようにちょっと凹凸ができてしまうんですよね。もちろん手首にスナップをつけて丸みを帯びるようにヤスリ掛けをしろよって思うでしょうが、なんかどうしても凹凸できちゃうんですよ。そこでこういうところには紙ヤスリの600番、これにあまり力を加えず胸を撫で回すような感じでサワサワしていきます。やすったらすぐにサフを吹き、乾燥したら再び紙足で秘密サワサワ。これを 4,5 回繰り返すと凹凸が整いいい感じに仕上がります。ちょっと胸やケツの丸みを帯びた造形手こずっている人にはこの秘密サワサワをおすすめする。造形が整ったら腰と同じようにデザインナイフで溝を作り、その上からパテを盛ります。ちなみに今デザインナイフを使っているが、よくあるパテを整える専用のナイフとかは使っておりません。これはなんかやりやすいとかがあるのかって思うかもしれませんが、ただただ俺が持ち帰るのがめんどくさいだけだ。持ち帰らないでパテが乾いたところからデザインナイフで整えていく。個人的にはこれが一番作業的には楽。ただデザインナイフでカンナ掛けや先端をちょっとグリグリしたりするのでこまめに刃を変えています。でもそんなにこまめに刃を変えたらちょっと刃がもったいないじゃん。そんなもったいない精神を全て解決してくれるのがこちら NT カッター。パッと見は普通のカッターの替え刃と同じ見た目。ただ普通のカッターとは違い替え刃は自分で折って使う。一つの刃でだいたい9枚取れます。俺はこれを脳死で100本セット買った。ただ100本セットでも1000円ぐらいなので、気になったら概要欄からポチってみてくれ。めちゃくちゃこいつでパテ盛りははかどるよ。まあそんなこんなでパテを持った胸がこんな感じだ。あとは胸の真ん中あたりにモールドを彫っていきます。モールドのあたりをデザインナイフで軽く作り、 0.1mm のタガネで深く彫り、ヤスリで整えたら 0.2mm のタガネで整えます。最終的の胸周りがこんな感じ。もちろんモールドを彫った後に秘密サワサワしてある。さあどんどんいこう。続いては腕にはまずプラ板を折り曲げ大雑把に貼り付けます。プラ板と腕の境目には一体感を持たせるためにパテを盛り、ヤスリで形を整えます。ここからは胸や腰と同じように縁に溝を作り、腕周りにパテで装飾をします。ただ横着をして手首にはこの使わない腕のリングパーツ、こいつの穴をリューターで広げ腕輪っぽく接着。最後に細かい装飾をパテで作ってあげれば完成。腕周りはそんなにディティールが細かくないため楽で助かる。だが面倒なのは肩の装飾。こちらもちょうどいいパーツはなかったので、プラ板を肩周りに当てヒートガンで炙りフィットするようにしてから接着。この上にパテを丸みを帯びるような感じでたっぷり塗り、乾燥したら形を整えます。整えたら形を作るのですが、可動域が少し狭くなってしまうので、可動域の邪魔にならない程度にニッパーでカット。その後シャーペンである程度形を描いたらニッパーで再び大雑把に形を切り、細かい部分はデザインナイフで整えます。あとは棒やすりで上と下で段差をつけてあげれば完成。これを両腕に作ります。今のような工程で左足にも
プラ板を貼り、その上からパテを持って造形をしていきます。ただこちらも元のデザインのままいくと動かした時に塗装が剥げたり稼働の邪魔になってしまうので、ちょこっと装飾にアレンジを加えるとこんな感じ。ちょこっとのアレンジなのかは少し疑問になるところだが、まああとは色を塗ればなんとかなるはず。最後に右足。足はよく見ると左右非対称のデザインなので、右足の根元にはリングっぽい形をパテで造形。その後表面をヤスリで整えてから 0.8mm のこの段落ちモールドを使い、端っこにモールドを製作します。細かくなってしまいますが、後でここは青く塗装します。あとは三角の謎のディティールを持ってしまえば完成。これで大体の鈴造形は完成したのだが、表面を滑らかにしたりしたのでモールドが浅くなったりしています。なので再度 0.2mm のタガネで軽く筋彫り。大体造形が整ったボッチがこんな感じだ。はっきり言ってボッチのパーツは顔と頭だけ。まあぶっちゃけ言っちまえばいつも通りだよ。ただこれで大体ヘビコ風にはなっ。甘いぞ勇気。海馬貴様、ヘビコ様とヘビコちゃんを足して2で割ると言ったな。これではほぼヘビコ様の造形だ。確かにスケベにするために無意識に露出の多いスーツにしてしまう洗脳ブレインコントロール。なんという恐ろしいカードなんだ。貴様とあろうものが。ならば俺はここでトラップカード発動。緊急同調。緊急同調のカード。墓地にあるバスタードールのスカートとマグネットウォリアーアルファで一つレベルの高いヘビコをシンクロ召喚させるのだ遊戯。ここからさらに改造するってはっきり言って軽く面倒だな。カイバー、お前の気持ち確かに受け取ったぜ。行くぜ、俺のターン。さあここからは一体感のあるスカート作り。まずバスタードールのスカートを中央で真っ二つにし、本来腰の股関節に来るであろう部分をざっくり切り落とします。切ったらスカートはヒラヒラした造形を想像して山並みにパテを盛ります。そしてヒラヒラのスカートを意識してスカートをやすります。整ったら腰にマスキングテープを貼り、後付けのスカートで隙間ができないようにパテを敷き詰めます。ちなみにマスキングテープはパテで汚れないために貼ってます。乾いたらスカートを剥がし、腰の隙間に埋めたパテをヤスリで再度整えます。整えたパーツには 2mm の穴を開け 2mm の磁石を接着。反対の腰パーツにも 2mm の磁石を増設。1箇所だとパーツの重さに耐えられないので左右で3箇所ほど磁石を増設。あとは磁石の穴を埋め綺麗にヤスリがけをしてあげれば後付けできるスカートの完成。おいおいユチよ、スカート後ろ丸出しじゃないって思いますよね。違うんですよ。これ台座を取り付けるために仕方なく丸出しにしたんです。決して俺がケツを眺めたいから丸出しにしたわけではありません。決して俺が覗きたいから丸出しにしたわ。あとは背中の武器にはアスラ忍者の探検をしよう。ただちょいと短いので延長加工をしていこう。まず斜めにカット。こうすることにより接着面積が広くなり、延長加工するプラ板が心なしか折れにくくなる。切ったら 1mm のプラ板を数枚挟み、表面をヤスリで整えます。武器ラックも忍者の武器ラックを使います。ただこのまま装備するとちょっと幅が大きいので、ちょいと薄くスライスしてからクロスする形で武器ラックを2つ接着。ここに剣をマウントすればクロスして剣を背負っている感じになるはず。ちなみに武器ラックの背負い方は腰のスカートと同じく根元に磁石を仕込み、背中にも磁石を仕込んでジョイントをしない綺麗な背中で仕上げていきます。ただ一つ言いたいことがあるのは、ぼっちの髪の毛がマジで邪魔なので、状況に応じて武器は回転するように遊びを持たせています。武器も持たせたし、これである程度の姿は似たはず。ただここまで作り込んだらやはり欲しいのがタコ足。タコ足はジオンの水泳部の関節を使ったり、なんか多関節系のキットを買ってきてつけようかななんて思ってましたが、買っておいてよかったバージョン2のダークアドベントのラーニア。こいつのユニットを使っていくのが手っ取り早いと感じたのでこいつを使っていく。ただね、このままだとつけられないんよ。しつこいようだけれど本当にぼっちの髪が邪魔だ。なのでこのロングの根元のジョイントある程度はカットして、ここに 2mm の穴を開け 2mm の磁石を仕込みます。後頭部にはちょうどいい場所に長方形の磁石がはまる隙間があったので、ここに磁石をはめ髪の毛を後付けできるようにしておきます。さらにロングの髪の毛をつけなかったように誰のパーツだったかはわからないが、このパーツはスカートの時と同様に
一度後頭部に合わせてから隙間を埋めるような形でパテを埋めます。取り外しヤスリで整えたら裏面に磁石を取り付ければ完成。これでロングも後付けできるし、さらにこのメカっぽいパーツで髪の毛がまとまっているように見えるはず。これでようやくラーニアのユニットが付けられるってわけだな。ユニットを付けたボッチがこんな感じ。これによりタコ足も装備できるようになった。よりヘビコに近づいたってわけだ。いい感じに仕上がってきたのだが、頭をいじっていたらボッチの後ろ髪が結構毛先が丸まっているのが気になる。とりあえず毛先はスポンジヤスリで調整。ただ根元の方も丸みを帯びているので、こちらはスポンジヤスリでは届かないので紙ヤスリで折りたたんでシャープに整えます。あとは前髪はサイドの髪の毛とかも外さないとフェイスパーツを交換できないのが面倒なので、サイドパーツの根元のジョイントパーツはカット。そのまま前髪に接着、ついでに合わせ目も消します。これで一つのパーツになったので付け替えが簡単になります。これで大体の改造は終わりって思っちゃいないだろうな。俺のターンはまだ終わってないぜ。まず棚のご神体と化しているウィッチのプラモデルから魔法陣を掘り出してくる。3mm 軸のオスの部分は切り落とし、メスの中には磁石を仕込む。磁石を仕込んだら 3mm 軸を仕込み、磁石をしっかり固定。さらにこの魔法陣をくっつけるためにラーニアの触手の方にも磁石をセット。この2つの磁石の効果によりヘビコの攻撃力をアップさせるぜ。そしてユニットの下処理も忘れちゃいけない。剣やタコ足には合わせ目があるため、タミヤのセメントを流し込み合わせ目を消していく。さらに既存のモールドは 0.2mm で彫り直し、塗装後の墨入れをしやすくしていく。最後に全体をヤスリ掛けをしてあげれば今度こそ改造は終了。整えたパーツは一度ジョイ君で洗い流し、持ち手棒に持たせよく乾燥させたら塗装行くぜ。はじめまして、こんばんは。新コーナーとしてここではプラモの紹介をします。むさ苦しい男がずっと喋ってるのもうざいと思うので私がやります。ただまだ私は出来たてで名前がありません。よかったら似合う名前はコメントしていってね。さて今回のコンテストは総勢101名の参加者でした。その中で見事ソフィア F シャーリングが当たった方はエントリーナンバー10の哲也さんのトロハチ、おめでとうございます。早速届いたソフィアと可愛いプチモリのトロハチをツーショットで撮ってくれました。とても可愛いですね。さらにタイマニー賞としてカフェラテ園さんの大人雪風水着バージョン、可愛い賞で坂又クロエで安田村八鷹さん、最後にかっこいい賞で清健さんのガンダムビダール。どれもとても素晴らしい作品でした。プレゼント企画はまだあるので今回参加できなかった人は次回は参加してくださいね。それと今後もここではプラモの紹介をしていこうと思います。プラモを見せてもいいよって方は X でコメントしてほしいです。それでは本編の続きをどうぞ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。その上からサーフェイサーパステルピンクを使い、肌パーツや髪の毛パーツを真っピンクにします。よく乾燥させてからフレームアームズガールカラー01と03をハーフに混ぜ肌色を塗装します。一部足元や腰パーツローズディープレッドなどを足して影をつけ肉付きを良くさせます。これだけで随分エッチになる。ここで肌パーツはよく乾燥させ、特に腰パーツはこの後塗り分けをしていくのでマスキングをし、タイツになる部分にピュアブラック、ローズディープレッド、コバルトブルーを使い黒めの茶色を塗ります。その上から100均で買ってきた髪留め用のネットをかぶせ、パレホのブライトブロンスを塗ります。ネットを剥がすとこの金ピカな足が出てくるので、下地で使った黒茶をグラデーション塗装、自然な形の網タイツに仕上げます。ここに艶消しのトップコートを吹いてから今度はお腹周りの塗装。お腹周りはパッと見は紫色、ただよく見ると少し肌色が透けてるような感じがする。そんなスケスケでエッチなスーツを作るために、まずへそ周りや影になりそうな部分に大雑把に紫色を塗装。そしてここで100均などで売っているメラミンスポンジを使い、影になる部分以外は軽くこすり取ります。こすり取るとこんな感じ。ここからちょっと暗めの紫色を塗り足していくとこんな感じのちょっと透けたスーツに仕上がります。仕上げにダイヤモンドシルバーを塗ってあげればキラキラでスケスケのエッチなスーツの出来上がりってわけだ。やっぱスーツだけではなく肌が透けている服っていいよね。肌やスーツの色がある程度完成したら、ここからはオプションユニットと塗っていきます。まず全体をサーフェイサーエボホワイトで塗り、白く色を統一してからエメラルドグリーンを下地にします。その上から蛍光ブルーグリーンを根元の方からグラデーション塗装。ちょっと綺麗な海っぽい感じの色になったら根元の方にコバルトブルーを根元に塗り、根元を青くしてから
純色シアンを根元にさらに塗ります。ここから全体にプリズムパステルミントブルーグリーンを塗り、メタリックな感じに仕上げます。スーツなどにはグラデーション塗装するとごちゃごちゃしちゃうので、コバルトブルー、純色シアン、プリズムパステルミントグリーンしか塗っていません。ちなみにこの時魔法陣もサーフェイサーエボホワイトで塗ってからクリアレッドを塗り、ザクガールの時のようにヒートホークが光っている感じに仕上げる予定だった。はっきり言ってひどい仕上がりだぜ。畜生、このマスキングにどれだけ時間かかったと思ってんだよ。なので作戦を変えて、魔法陣には直接蛍光レッドを中央を強くしながら全体にグラデーション塗装をします。端っこの方には軽く純色シアンを塗っておけばいい感じの魔法陣の完成。そしてよく乾燥させてからマスキングテープをカッターマットに貼り付け、デザインナイフで細切りにします。デザインナイフで細切りにしたやつは細かいパーツのモールドに貼り付け、再び持ち手棒に持たせていったら、プリズムブルーブラック、純色シアン、ペンキレッドなどで調色した黒紫色のメタリック色でスーツや装甲、関節などをこれで塗っていきます。ここからさらにマスキングをして、一度サーフェイサーパステルピンクを塗ってから、スーツや一部装甲周りにパールゴールドを塗ります。そして一部アクセントとしてタコ足の表面には再び髪留めをセットし、シャンパンゴールドでカーボン塗装、その他一部パーツもシャンパンゴールドで塗装。これでいい感じに塗り分けができるってわけだ。髪の毛はコーラルピンクを塗ってからハイライトとしてピュアホワイトを薄く塗ります。そして下地のコーラルピンクとハイライトをコーティングするためにクリアのトップコートで髪の毛を一度塗るテカにします。トップコートが乾燥したらローズディープレッドを少し混ぜ陰影を描いていきます。ただ陰影を塗るとハイライトと陰影がぼやっとしてしまうので、メラミンスポンジを使い陰影とハイライトをくっきりさせます。くっきりさせすぎたら再び軽く陰影をグラデーション塗装してあげると綺麗に仕上がります。最後に毛先にコバルトブルーを塗ってあげれば完成。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。塗り分けのために貼ったマスキングをゆっくり剥がしていき、しっかり濡れているかを確認したら、ここからは筆などによる部分塗装。まずはタコ足の装甲、裏面は青のグラデーション塗装、表面は金のカーボン塗装をしたりしているので、境目の色がとっちらかっているところにガーレディさんの水性マーカーを使い、パーツの縁の部分をしっかり塗り分けをします。続いて墨入れ。墨入れは肌やタイツ塗装に面している部分にミスター墨入れブラウンで墨入れ、はみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。装甲周りにはファレホのアクアマリンとインペリアルブルーをハーフに混ぜたものを墨入れ、いい感じのゲーミングっぽい墨入れになります。口元はエナメル塗料のホワイトとレッドを混ぜ、ピンク色に大雑把に塗ってから綿棒で口の周りを整えます。デカールはもちろん付属のデカールを使用。なんとも言えないぼっちの表情を貼り付けていきます。デカールが貼れたらチーク、100均などで売っている化粧品でほっぺたにチークを描いていきます。塗りすぎてしまった場合はティッシュなどでこすって調整するといいでしょう。大体の塗装が終わったらトップコート。一度クリアのトップコートを使い、装甲を含め全てのパーツをテッカテカに染め上げたらマスキングをして、タイツや肌パーツ、髪の毛パーツは艶消しとクリアをハーフに混ぜ塗っていきます。これで全ての作業は終了。待たせたな。これがヘビコ風のボッチザタイマニンだぜ。
さて、今回のぼっちザタイマニンいかがだったでしょうか。また俺のタイマニンコレクションが棚に増えちまったぜ。今回もいいケツに仕上がっているが、もちろん YouTube に怒られそうなのでメンバーズシップ限定だ。強盗一人のケツは290円からだ。この間のヘビコの限定ガチャはすり抜けまくって出なかったが、プラモをミキシングすることにより悲しみを乗り越えていく。これが結束の力。それと冒頭でもお話ししましたが、5月4日に開催した第1回ドスケベコンテスト、たくさんのご応募本当にありがとうございます。当日のライブ配信もたくさんの人が見に来てくれてとても嬉しかったです。そして何よりもこれを機に美少女プラモを作ろうかなっていうコメントをちらほら見かけたので、美少女プラモを結構作ってる身としてはとても嬉しい限りだ。次のコンテストは多分年末年始の連休あたりにやりたいなとは思っております。次のコンテストを皆の自慢のドスケベなプラモを作ってきてほしいぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。この瞬間しか見えない僕らは飛び魚のように一瞬一瞬でなく鮮やかな夢見てまだ見ぬ世界のこと傷を負いながら感じてるところなのこの狭い価値観ぶっ壊して